どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした30センチ溶岩石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから見てやってください。今回の立ち上げは自作した仮組セットを使って今までとは違った立ち上げ方法で行っています。最初にスケープイットというサイトである程度の全体像をイメージし、それを実現させるために仮組セット内で小さな溶岩石をせっせと貼り付けていく作業をしていました。とりあえず形になり、イメージしていたものに近づけられたので、やはり仮組セットの存在は偉大だと思い知りましたね。というわけで今回はその水槽がどうなったのかをお話ししていきます。それでは早速いつものさらっとおさらいから。前回までは大きな溶岩石2つを造形し、大構図的なスケール感のあるレイアウトを目指していました。そこから提唱を敷き、いつもの組織培養水草を植栽したところまでが前回のあらすじです。結構な数の水草を植栽しているため、うまくいくかどうかは未知数ですが、チャレンジしてみることが大事ということで詰め込みました。ただその中には若干状態が怪しいものもあったので、実際に無事成長したのかを見ていきましょう。というわけで植栽当日の状態がこちら。前景にはグロッソスティグマとショートヘアグラスを混栽しており、間の道部分はアラグアイアレッドシャープリーフハイグロ、後継層は左からロタラナンセアン、ミリオフィラムガイアノドワーフ、ロタラワヤナードを植栽しています。左の溶岩石の空洞部分にはポゴステモンヘルフェリーとニューラージパールグラスを植え、余ったヘルフェリーは左右の溶岩石の奥側に配置しました。そして大事に育てていた ADA のプレミアムモスは接着剤などではくっつけず、ただ溶岩石に押し付けている状態です。正直この状態で育つのかは未知数ですが、なかなか成長が遅く貴重なモスなのでしっかり繁茂してもらいたいところ。プレミアムモスを活着させてないことからわかると思うんですが、今回は久しぶりのミスト式で立ち上げを行います。最近何かとすぐ注水することが多かったんで新鮮な気持ちですね。というわけで植栽2日後の状態がこちら。全体的には特に変わりない様子ですが、状態を心配していたロタラワヤナードとフォゴステモンヘルフェリーは早くも溶け始めてます。正直この速さで溶けるのは想定外でしたね。組織培養カップの中でもだいぶヤバそうだったんで仕方ないんですが、いきなり雲行きが怪しい。続いて植栽1週間後の状態がこちら。ロタラナンセアンは結構上に葉が伸びてきました。ミリオフィラムガイアのドワーフもようやく光に向かって立ち上がってきているので、順調にいっていると思います。肝心のロタラワヤナードはこんな感じで、中心の数株はまだ無事なやつがいますが、周りが完全に壊滅、跡形もなく溶けてしまいました。やはり組織培養カップの中で放置していたのがあだとなったようです。正直望みは薄いですが、とりあえずミスト管理中はそのまま経過を観察します。右、中央、左に植えていたポゴステモンヘルフェリーも完全に溶けました。思いっきりやっちまってますね。右と中央は植えてたことすらわからないレベルで分解されてて、経過を追ってなかったら記憶からも忘れ去られるところでした。ギリ左はヘルフェリーだとわかりますが、これも時間の問題でしょうね。ちなみに溶岩石にそのまま貼り付けていたプレミアムモスは変色もせずに順調です。育ってるかと言われれば微妙なところですが、そもそも成長が緩やかなので問題ありません。とりあえず溶けさえしなければいいです。真ん中のアラグアイアレッドシャープリーフハイグロも順調です。続いて植栽から2週間と1日。ロタラナンセアンはだいぶいい感じですね。若干水蒸感が強いですが、徐々に匍匐して全体を覆うような感じになってます。ロタラワヤナードに関しては溶けが進行しており、残っている株も成長してません。プレミアムモスに関しては溶岩石に置いているだけだと乾かないか心配だったんですが、2週間経過してもカピカピになる感じはありません。意外とこの溶岩石は保水性があるんでしょうかね。前傾層に関してはこんな感じで、グロッソスティグマがだいぶ勢力を拡大してきました。
ミスト式で管理するとほとんど徒長することなく貼ってくれるので、グロッソにミスト式は親和性高いと思います。逆に混載していたショートヘアグラスは目立った成長がなく、噂で聞いていたミスト式に適していないという情報は本当のようです。グロッソの粘りを補強する程度の役割で入れているので、これくらいがちょうどいいかもしれません。続いて植栽から3週間と1日。なんか先ほどの1週間前と比較しても成長があまり見られませんね。ミリオフィラムガイアナドワーフに関しては結構成長してますが、伸びれば伸びるほど自重を支えられなくなるので、水槽壁面に接している株の方が成長が早いように感じます。問題のロタラワヤナードは生きていた株も色が悪くなっており、そろそろ全滅の予感がしますね。他はあまり変わらずで、ここら辺からグロッソのスイッチがもう一段階入った感じです。続いては植栽から5週間後。特に変わり映えもなかったので2週間飛ばしました。さすがに2週間も経つとこんな感じで、ロタラナンセアも目に見えて成長してますし、特にミレオフィラムガイアナドワーフは水草同士が支え合ってモサモサになってきています。それとは対照的にロタラワヤナードは死にました。もうここからの復活はなさそうですね。プレミアムモスに関しては見た感じは活着しているように感じますが、怖くて触れてはいません。見た目も若干水上用に寄ってきており、注水後の変化が楽しみです。左の溶岩石の空洞部分に植栽していたニューラージパールグラスは絶好調で、綺麗な葉を展開しています。まだしだれてはいませんが、注水すればどんどん下に張っていくのではないでしょうか。アラグアイやレッドシャープリーフハイグロは地面を這いながら勢力を拡大しています。ただそれと同時にグロッソスティグマが中継の道を侵略してきており、激しい攻防戦が繰り広げられてますね。というわけで植栽から5週間と5日の計40日の期間ミスト式管理を行った後、ようやく注水に入っていきます。ニューラージパールグラスなどの草原レイアウトであれば20日程度で注水するんですが、今回は自然活着を狙っているプレミアムモスがあったため、余裕を持って注水することにしました。それでは早速注水といきたいところなんですが、その前にフィルターを準備していきます。使うのはもちろんこちらのエデニックシェルと V3。小型の外部フィルターは個人的にこれがマストなので、もはや必須アイテムですね。今回はミスト式ということもあり、ろ過サイクルをこれから安定させないといけないので、精剤を入れるのは結構先になってしまいます。そこでできるだけ早くサイクルが出来上がるよう、別の水槽から露剤を拝借し使っていきたいと思います。使用するのはもちろんキャビティです。そこまで馬力が強いフィルターではないので、これくらい通水性が高い露剤の方が目詰まりしづらく安心ですね。ちなみに露剤は 100% 使い古しのキャビティにしました。隣の区画には大きいスポンジフィルターしか入らないので、その分バクテリアの定着しているキャビティは 100% にしたかったわけです。給排水パイプに関しては以前の 30cm キューブ水槽でも取り上げた内径 12mm 外径 16mm の給水パイプを使います。そこにあらかじめ買っておいたメッシュフィルターをかませることで流量低下を防ぐ算段です。ただエデニックシェルトは給排水ともに内径 9mm 外径 12mm なので、給水側には異形ジョイントをかませておきます。こうすることで径が違うもの同士を接続することが可能です。最近は給水パイプは径が太い方がいい派になってきたので、異形ジョイントは有能アイテムだと思います。一応注水直前の状態も見ておきます。先ほどの映像より若干成長してますが、特に変わりはありません。ワヤなどに関しては変わらず終わってますね。ニューラージパールグラスは先ほどの映像よりもしだれてきてます。あとはプレミアムモスが剥がれないことを祈るばかりです。というわけで外部フィルターの準備も整ったので注水していきます。注水はいつもの浄水器で直接入れていくんですが、マックススピードで入れると低床がえぐれるので、ある程度の水位になるまではだいぶ絞って入れてます。計量カップ近くまで水位が上がってきたら完全に流量を上げて一気に注水。その間も心配で観察していましたが、今のところ順調に水が入っていってます。気になっていたプレミアムモスに関しても剥がれることはなく、接着剤を使わず活着に成功したようです。
自然滑着が成功したのは今回使用した溶岩石の表面がザラザラしてたのが良かったのかもしれません。ツルツルの石だと時間がかかったり浮くこともあると思うので、心配な方は長めにミスト式管理しておきましょう。注水が終わったらフィルターを稼働させていきます。だいぶエアーを噛んでいますが、流量は申し分ありません。というわけで注水後の映像がこちら。ちょっとピントが手前に合いすぎて見えづらいんですが、やはり水を入れるとまた違った印象になりますね。40日間辛抱強く待った甲斐がありました。正直まだまだ水草の成長は遅いですが、これからモサモサになってくれることを期待しています。ミスト式と親和性の高い前傾層部分はすでに茂っているので、あとは後傾層が伸びるのを待つのみです。というか現在の映像だと後ろの水草が何に一つとして見えていないので、ここから繁茂してくれればだいぶ印象も変わってくるのではないでしょうか。注水したことによって背丈の高くなる水草がガンガン成長してくると思うので、これからも目が離せません。こんな感じで変化しているこの水槽が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。